京都に住むなら車は必要か。正直、京都市内で生活するだけなら車はなくても全く困りません。実際、僕たちは東京から京都へ移住して北大路で最初の約2年間、車なしで何不自由なく暮らしていました。北大路は地下鉄もバスも充実していますし、旅行へ行きたい時だけレンタカーを借りれば十分。そもそも車を持つという発想自体がありませんでした。ところが、車を買った今では、夫婦ともなんでもっと早く車を買わなかったんだろうと悔しく思っています。こんにちは、京都移住夫婦犬の一平です。今回は1、なぜ車を買ったのか。2、車を買って休日がどう変わったのか。3、京都で車を持つリアル。4、結局どんな人に車がおすすめなのかの大きく4つに分けてお話しします。そして後半では車を買い駐車場探しで約10カ所連続で断られた話や、京都の観光地でちょっと怖いコインパーキング事情や、混雑シーズンに僕たちが実際にやっている駐車と移動の工夫についてもお話ししたいと思います。なお、今回お話しする内容はエリアや時期、生活スタイルによって事情は変わると思いますので、僕たち夫婦が実際に京都で暮らして感じた一つの体験話として、移住や暮らしを考える際の参考くらいに聞いていただけたらと思います。1、なぜ車を買ったのか。北大路生活最初の2年間は東京時代と同じ感覚で、旅行の時だけレンタカーで十分と思っていました。ただ、少しずつ不便も感じるようになりました。北大路時代によく利用していたレンタカー屋さんはコロナ以降営業時間が短くなったようで、夜7時には返却しないといけませんでした。もっと遊びたいけどそろそろ戻らないと間に合わない。渋滞したらどうしよう。給油もしないといけない。最後はいつもハラハラドキドキでした。もちろん京都駅や市場周辺まで行けばもっと遅くまで営業しているレンタカー屋さんはたくさんあります。ただ、電車でわざわざ車を借りに行き、旅行から帰ったら車を返し、荷物を持って電車に乗ってまた家まで帰る。これは結構しんどいですよね。つまりレンタカーでも行けると、気軽に出かけられるはイコールではありませんでした。そしてもう一つ大きかったのが愛犬シロとの移動です。レンタカーだと犬を乗せる場合、移動中はシロをケージに入れておく必要がありました。もちろんルールなので仕方ありません。ただ僕たちとしては一緒に家族旅行しているのにシロだけずっと檻の中にいるようで少しかわいそうに感じていました。カーシェアはそもそもペットを乗せられない場合が多い。そこで思い切って中古車を買うことにしました。今では後部座席は完全にシロの専用スペースです。車のキーの音がすると、今日はどこに行くのという感じで2本足で小躍りして喜びます。冗談抜きで我が家で一番車を買って喜んでいるのはシロです。2、車を買って休日がどう変わったのか。車を買って間もない頃、車があるっていいなぁとしみじみ思った出来事がありました。
ある夜、夫婦でテレビを見ていたら、美味しそうな香川県の讃岐うどん特集をやっていました。ちょっと遠いけど、明日香川まで行ってみるとなり、翌朝5時に起床。京都を出発し、明石海峡大橋で瀬戸内海を渡り、途中淡路島で休憩。午前中に香川へ到着しました。そしてうどん屋さんを思う存分5軒はしごしました。一番感動したのは、うどんが期待以上に美味しかったことだけではありません。前日の夜、テレビを見ていただけなのに、翌朝には四国にいる、この感覚でした。東京に住んでいた頃、四国は完全に旅行先でした。飛行機のチケットを取って、宿泊先も含めてちゃんと計画していく場所です。でも、京都から香川ってなんとも微妙な距離なんですよね。うどんだけ食べに行くという目的だけで、飛行機やホテルまで取るのは少しハードルが高いです。でも、車があると、明日行ってみるになる。車を買って変わったのは、移動できる距離以上に行動に移すハードルだったと思います。ただし、香川日帰り旅にはかなり反省点もありました。朝5時起き、うどん5杯、そのまま京都まで帰る。帰りは満腹と寝不足でかなり疲れました。今思えば、これは無理をせず、途中でもっとしっかり休憩するか、一泊するべきでした。次からは一泊だね、という結論に。京都から香川の日帰り旅は、僕たち夫婦にとっては、ギリギリ OK ではなく、ギリギリ NG でした。でも、実際に行ったからこそ、距離感が分かりました。しかも副産物として途中で立ち寄った淡路島が想像以上に魅力的でした。次は淡路島に泊まろう。そしてその翌日に香川へ行くのもいいね。と一つの旅からまた次の旅が生まれる。最近僕たちにとって日帰り旅行は次の旅行へのロケハンになっています。奈良へ行ってみる。滋賀へ行ってみる。福井へ行ってみる。兵庫へ行ってみる。大阪へ行ってみる。どれもまずは日帰りで行ってみる。すると、ここは日帰りで十分楽しめるねという場所もあれば、次は一泊してあっちにも足を伸ばしたり、もっとゆっくり来たいねという場所もあります。目的地より途中でたまたま通った町や休憩で立ち寄った場所の方が気になるということもとてもよくあります。一つ行きたい場所をクリアしたはずなのに、帰る頃には行きたい場所が2つ、3つに増えている。僕たちは東京から京都へ来たので、最初は近畿圏の距離感もよく分かっていませんでした。奈良は法隆寺までなら OK。神戸の六甲山は意外と近いな。福井の永平寺も行けるぞ。香川まで行くと少し遠い。僕たちは何でもまず試してみるということを大事にしています。実際にやってみると、イメージ通りにならないことの方が圧倒的に多いです。でも、それが面白い。香川も日帰り旅は無謀だった。その代わり、淡路島という次の行ってみたい場所を発見した。一つ経験すると、新たな選択肢が増える。車を買ってからこういうことが増えました。
2-2、遠出だけではなく近場も変わった。でも車を買ってよかったのは遠くへ旅行できることだけではありません。意外だったのが琵琶湖が思っていた以上に近かったことです。僕たちの家からだと車でだいたい30分くらい。東京に住んでいた頃は京都と琵琶湖がまさかそんなに近いなんて思ってもいませんでした。今では今日は天気もいいし白と琵琶湖まで行こうかと湖畔の公園へよく出かけるようになりました。大きな湖を眺めながら白とゆっくり散歩して少し遊んで帰る。わざわざ滋賀旅行として予定を立てる感じではなくお散歩の延長として。他にも夏には鴨川の上流へ白と川遊びにも行きます。これも自宅から車で30分ほど。遊んで帰っても全部で3時間くらいです。わざわざ1日レンタカーを借りてまで行く距離ではありません。でも自分の車なら今日は暑いから午前中だけ川で遊ぼうかで成立します。大型ホームセンターや郊外のスーパー、コストコなども同じです。以前ならレンタカーを借りてまでは行かなかった場所が普通の週末の選択肢になりました。車によって一番増えたのは遠い場所へのしっかりとした旅行というより日常と旅行の間にある小さなお出かけだったのかもしれません。3、京都で車を持つリアル。ここからは京都で実際に車を持って分かったかなり現実的なお話です。まず自宅の駐車場です。北大路時代、車を買うときには近所に月決め駐車場はたくさんあるからすぐに見つかるだろうと思っていました。ところが実際に問い合わせてみるとどこも満車。記憶では10カ所以上問い合わせた記憶があります。それでようやく見つかったのが自宅から徒歩5分ほど、しかも途中で幹線道路を渡る必要がある場所でした。雨の日や荷物が多い日はなかなか面倒です。屋根もなくかなり年季の入った駐車場でしたが、それでも当時で月2万円。車を購入したのが10月頃でしたので、もちろん時期によって空き状況は違うと思います。ただ、駐車場がたくさんあるからすぐ借りられるという風には限らないというのがちょっと想定外でした。一方、今住んでいる中京区の家は戸建てで敷地内に駐車スペースがあります。これはかなり大きいです。確か2年前、ここに引っ越した当時、不動産屋さんに聞いた周辺の月決め駐車場の相場は月2万5千円から3万円程度でした。もう2年前なので変わっているかもしれませんが、参考まで。3-2、観光地は車プラス徒歩がおすすめ。もう一つ、京都で車に乗り始めて怖いなぁと思ったのが観光地周辺のコインパーキングです。週末や観光シーズンには特別料金、最大料金なしを掲げる駐車場も結構あります。僕はこれが怖くて人気観光地のど真ん中には止めません。僕たちがよくやるのは目的地から少し離れた場所まで車で行ってそこから歩く方法です。京都の場合、人気観光地から少し離れるだけで駐車料金がかなりリーズナブルになることがあります。ちょっと頑張って歩けば料金も安くなるし、
満車の可能性も下がる。そしてよく行くエリアごとにここなら止めやすいというコインパーキングを何箇所かリストアップしています。桜や紅葉など特に混む時期は中心部まで無理に入らないことも大事です。一見、だったらバスで行けばいいではないかと思うかもしれませんが、道路自体が混んでいるときはバスもなかなか進みません。僕たちは特に混雑する時期、エリアではバスはなるべく避けています。京都では目的地の真横に車を止めるより、車プラス徒歩で考える方が結果的にメリットが多いということが結構あります。3-3、車の大きさも少し考えた方がいいかも。そして車の大きさです。京都だからといってどこもかしこも道が狭いというわけではありません。幹線道路は普通に走れます。ただ、住宅街や中心部に入ると道幅が狭くなる場所もあります。そこで結構困るのが、路上に止まっている一般車や荷物を積み下ろししている配送トラック。1台止まっているだけで突然車がすれ違いにくくなり、後ろに車が並んでちょっとした渋滞ができることがあります。その横をギリギリで通り抜けるのは結構怖いです。実は最初 SUV が欲しかったんですが、でも結果的にコンパクトカーを選びました。今はコンパクトカーにしといてよかったねと狭い道を見るたびに夫婦で言います。もちろん大きな車が好きな方や運転に慣れている方なら問題ないと思います。4、結局どんな人に車がおすすめ？では最後に、京都で車は必要かへの答えです。京都市内で生活するだけなら必要ないと思います。実際、最初の2年間は車なしで何不自由なく暮らせました。でも、車を買おうかどうか迷っているという人にはかなりおすすめしたいと思います。特に犬がいる、休日のバリエーションをもっと増やしたい、京都だけでなく近畿エリアをいろいろと探検してみたい、こういう方は車があることで選択肢が広がると思います。つまり、京都に住んでどんな暮らしをしたいかで決めるのがいいと思います。僕自身、最近大切にしているのが、どこで誰とどう暮らしたいかという問いです。僕たちの場合は、夫婦と城で知らない場所へ行ってみたり、思いがけない出来事に遭遇する、そんな時間をもっと増やしたい。それには車はとても相性が良かったです。もちろん心地よい暮らし方は人それぞれです。この動画も皆さんが自分なりの心地よい暮らしを考える時の一つの判断材料になれば嬉しいです。僕たちも車を買う前はレンタカーで十分と思っていました。でも自分の車があると、今日は何をしようから行動が広がっていく。城と琵琶湖へ散歩に行く。福井の永平寺へ行ってみる。テレビで見ただけで香川まで行ってみる。そして行ってみたらまた次の行ってみたい場所が見つかる。僕たちが車を買って増えたのは、移動距離だけではなく、行ってみようと思う回数でした。これからこのチャンネルでも奈良、滋賀、福井、大阪、神戸、淡路島、日本海など、夫婦と城で実際に行ってみて良かったこと、
想像とは違ったこと、失敗したことも含めて、そのままご紹介していきたいと思っています。京都で実際に車を持っている方、こうすると便利だよ、ここは気をつけた方がいいよというお知恵があれば、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回。